今回のテーマはウェザリングで仕上げる激しい汚れを表現してみよう。川口流塗りテクチャンネル。今回使用するのはこちら HG144 分の1ユニコーンガンダムデストロイモードペインティングモデル。これで塗りテクチャレンジ。今回もこちらのキットを使ってペインティングルームの方で塗装してみましょう。今回は、激しい汚れの表現っていうことになるんですけども、激しい汚れって一体どういうもんだろうっていうふうに多分思われると思うんですが、ペインティングモデルのねキットの中に僕の方でちょっと用意した塗装参考例っていうのをいくつか出させてもらってるんですけども、その中の一つで SF 映画のプロップみたいな感じで派手に汚しが入った塗装が剥げたような感じとかね、そういったアプローチでちょっとできないかって言われてやってみたのがこちらになるんですね。グレーっぽい部分っていうのはかなりいろんなところが剥げたような雰囲気っていうのを今回ちょっとこの水性塗料これを使ってね表現してみたいなというふうに思いますので、その辺の流れっていうのも注目していただくといいかなというふうに思います。激しい塗装ということでこれ見ていただくと元々の塗装の上に1回塗装をかぶせたものが剥げた感じ、意図的に派手な汚しをしてみようっていうので今回ちょっと作ったものなんですけれども、ユニコーンのシールドを黒で塗ってます。この上に水性塗料のグレーを吹きつけてこれを剥がしていくっていう工程を経るとこんな感じになるわけですね。これからエアブラシを使って水性塗料この表面に吹きつけていきたいと思います。水性塗料だからっていうことで水でね薄める人もいると思うんですけども、こういう時は専用の薄め液を使って希釈してください。つけた塗料こんな感じで完全に黒の上から1枚塗膜ができてます。これが水性塗料の溶剤になります。別ボトルに今入れてますけども、これの薄め液になります。この薄め液を綿棒につけてこすっていくとこんな感じで塗料が剥げてきます。溶剤が今この塗膜のところにつくことで塗膜を柔らかくするわけです。時々乾かしながら必要なところだけ今落としてます。これだけですとこの雰囲気からまだ遠いんです。これは何をしてるかっていうと、この上にさらにウォッシングをしてるんです。ウェザリングカラーを使ったウォッシングをこの上にやると塗装が剥げた感じと汚れがついた感じっていうのがさらにそこに加わって複雑な色の変化っていうのが表現できるわけです。これが完全に乾いたところでウォッシングの方が行っていきます。希釈したウェザリングカラーを水性カラーを落とした表面に軽く塗っていきます。これも一回ちょっと軽く乾かします。今度は溶剤をつけずそのまんまの状態のティッシュペーパーを使って表面の塗料を拭き取っていきます。この時も拭き取る方向を一定にして、特にこういった重力の方向に向かって要は水が垂れていくところに沿って汚れなんかも一緒に垂れていくっていうのをイメージしてもらうと表現がしやすくなると思います。細かいとこはこういった綿棒で拭き取っていくとこんな感じになります。これが完全に乾いたらこのままでも結構ですし、上からクリアコード艶消しでも結構です。拭いていただくと完成ということになります。私も汚しに挑戦します。割とすぐ塗りつぶせちゃうと思います。はい、そんなもんかな。次はシールドに塗ってもらったグレーを溶剤で色が剥がれやすそうなところを中心に拭き取ってください。で剥がす時に左右対称みたいな形で綺麗に剥がしていくと模様みたいになっちゃうんで、だからそこはもうランダムにメリハリつけてあげると汚しっていう感じが表現できますんで、じゃあその辺で一回ちょっと乾かしてもらって最後ウェザリングカラーで全体ウォッシングいってみましょうか。溶剤で少し薄めたウェザリングカラーをシールド全体に塗っちゃってください。だいたいそんな感じかな。少し乾かしてください。ティッシュで茶色を軽くちょっと拭き取ってみましょうか。
全体に拭き取っちゃって構わないです。で茶色があんまり残んないぐらい拭き取っちゃってもいいと思います。段差のところとか彫刻のところには茶色がそのまま多分残ると思いますけども、それはもうそのままにしといてもらっていいと思います。いいんじゃないかな。できました。今回は塗装が剥がれたような表現ということで、激しい汚れの表現というテーマでご覧いただきました。これだけ、見ていただくだけでもね、なんか俺すげえじゃんみたいな感じになると思いますんで、あなたも体感してみていただいてプラモ作りに役立ってみてください。ではまた。